こんばんは、しろです。今までモニターアームは使っていなくて、ディスプレイ付属のスタンドっていうのをずっと使ってきました。特に不満もなかったんですが、モニターアームがあると便利そうだなぁとずっと思っていて、今回購入してみました。購入したのはハーマンミラーのグループ会社 CBS のフローモニターアームっていうモニターアームですね。モニターアームはたくさんいろんな会社から出ていて、種類がめちゃくちゃありますよね。安いものだと2000円とか3000円とかで購入できるものもありますが、 YouTube を見ていると人気なのはエルゴトロンのモニターアームではないでしょうか。1万円ちょっとぐらいっていう価格もね、そこそこな値段になっていて、シンプルなデザインっていうあたりがエルゴトロンの人気の理由かなと思います。 Amazon Basic とかヒューレット・パッカードのモニターアームっていうものもエルゴトロンが OEM で作っていたりしますよね。この動画をご覧の方も使っている方っていうのが結構いるんじゃないかなと思います。でも僕はフローモニターアームを選びました。エルゴトロンと比較するとめちゃくちゃ高いですし、できることっていうのもね、そんなに大きく変わるわけではないんですよ。ただデザインがめちゃくちゃいいんです。この1点でフローモニターアームを選びました。組み立てはとっても簡単で、まずはクランプをデスクに固定します。デスクの厚さによってクランプの穴の位置を変えることができるので、自分のデスクに合わせてクランプをね、ネジを外して調整を行います。僕のデスクの厚さは 30mm なので、だいたいこの位置ですね。ネジを締めて動かないようにしっかりと固定をします。次にアーム部分を固定したクランプに刺す。これだけで本体側の設置は完了です。結構簡単ですよね。その後はディスプレイ側にプレートを固定します。ベサ規格に対応していて、75mm 角か 100mm 角に対応する長穴が開いているので、合う方でネジ止めを行います。僕の場合はディスプレイに付属のネジをそのまま流用したんですけれども、付属のネジもあるので、この辺はね、好みかなと思います。ただがっちり締めすぎるとディスプレイに悪影響が出るそうなので、ある程度余裕を持ってネジを締めるっていうのがね、説明書に書かれていました。あとはカチャンとはめ込むだけで OK です。その後、アームの強さの調整を行います。六角レンチでくるくると回すとアームが硬くなったり柔らかくなったりするので、好みの硬さにね、調整を行います。メモリがついていて、僕の27インチのディスプレイだとだいたい5ぐらいになるように設定してますね。勝手に下がらないし、勝手に上がらない、それなりに動かしやすいぐらいの硬さに調整を行ってください。この辺はね、人によって硬さの好みとか適切な硬さっていうのは異なると思うので、いろいろね、調整しながらやってみるといいのかなと思います。あとはディスプレイのヒンジ部分もマイナスドライバーで調節すれば硬さを調節できるみたいですね。僕は不満がないので調節していませんが、一応ね、この辺も調整したいっていう方はぜひ調整してみてほしいなと思いますね。はい。で、アームにはケーブルを収納できるスリーブというか、丸いプラスチックのパーツがついています。僕はね、収納が下手くそなのですごい汚いんですが、このルーフにね、通してケーブルを収納するだけで、なんとなくそれっぽく綺麗には見えるかなと思いますね。あと、下の部分はシリコン素材っぽくなっているので、ここにケーブルを押し込むだけで簡単にケーブルを隠すことができます。ということで、設置が終わったので詳しく見ていきますと、モニターアームは初めて使っているので、他のアームと比較することはできないんですが、クランプがね、すごく小さくて、あと丸いっていうのがね、結構お気に入りのポイントです。例えば、エルゴトロンのクランプは四角くて、僕個人の印象としては結構圧迫感があるなっていう感じですね。フローのクランプは直径10センチ程度の丸いクランプになっているので、想像以上にスッキリと
と見えますね。で、ケーブルマネジメントについてお話ししていくと、結構スッキリと見える効果があるかなと感じています。プラスチックの可動式リングが2つついているので、これでね、ケーブルを押さえ込むだけでかなりスッキリと見えますね。僕は下手くそなので全然スッキリ見えてないんですけどね。ケーブルスリーブとかでケーブルをまとめてからこのルーフにね、通すとよりスッキリ見えるかもしれないですね。で、続いては本体のアームがね、結構細いっていう点ですね。丸い棒だけで構成されているので、これだけでも他のアームと比べると結構見た目がスッキリと見えてきますね。当然なんですけれども、アームが自由自在に動いてくれるっていうのはいい点ですね。もちろんではあるんですけれども、デルのスタンドをね、付属のスタンドを使っていた時と比べると、さらに自由度高くディスプレイを動かすことができるようになりました。首振りはもちろんなんですけれども、縦回転もできますし、あとは角度もね、自由自在に調整することができます。色は3色あって、僕は黒を選択したんですが、白とシルバーもこの他にもあります。実際購入するときはシルバーを購入しようかどうかっていうのは最後まで悩んだポイントでしたね。どれもシンプルでかっこいいデザインに仕上がっています。あとはね、買ってよかったなっていうポイントはハーマンミラーが好きっていうことですね。僕が今座ってるこの椅子もハーマンミラーのアーロンチェアですし、昔からイームズチェアが好きなので、そういった意味でね、このハーマンミラーの製品を使えるっていうのはね、価格なりの満足感っていうのがあるのかなと思いますね。で、購入してみて設置してみてあんまり良くなかったなっていう点もお話ししておくと、一つ目はね、とにかく高いっていうことですね。今は 38,830 円、ちょっと前は 36,000 円ぐらいだったのに、円安の影響もあって結構値上がりしていますね。で、二つ目はアームを伸ばして設置すると見た目がなんかね、ちょっと思ってたのと違うかなっていう点ですね。実際にね、商品写真はアームが三角形になるように設置されているんですよね。ただ、こうしてしまうと結局ディスプレイの下にクランプが来る形になるので、僕はクランプはちょっと端に寄せてね、そこからアームを伸ばして設置するようにしています。後ろに関してはね、自分から見えないのでどうでもいいっちゃいいポイントではあるんですが、公式サイトみたいに三角形になるように配置するのが製品としての見た目は一番かっこいいのかなと思いますね。ただ先ほども言った通りクランプがディスプレイの下に来てしまうので、そうなるとディスプレイ付属のスタンドとなんかね、そんなに変わらない気がするから悩みどころですね。この辺はクランプの位置をちょこちょこ変えながら今後もね、試していきたいなと思います。結果的にはものすごくこの買い物は満足しています。ディスプレイアームを導入するだけで思ったよりもデスクがすっきりしますし、スタンドって結構幅取ってたんだなっていうのをね、設置してみて感じることができました。結構ね、言ってる方もいますけれども、ディスプレイアーム、モニターアームっていうのは早く買えばよかったアイテムの代表格なのかなと思います。ということで、このチャンネルではこうしたガジェットレビューや様々な動画をアップしています。チャンネル登録、グッドボタン、またコメントもいただけるととっても励みになります。さらに Twitter や Instagram などもやっています。フォローいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。